失礼いたします。現在の進捗状況について、ご報告に上がりました。例の場所に到着し、第1フェーズが無事終了いたしました。そうか。では、次は第2フェーズに移行するから、そっちの準備も抜かりなく。了解いたしました。それでは、失礼いたします。あと少しで全てのピースが揃う。そうしたら、楽しそうね。そう見える。ええ。今まで見たことないくらい楽しそうにしてるからさ。ふふ。まあ私は、200年もの間、退屈という名の苦痛を味わっていた。でも、ようやく、私と互角にやり合える存在を見つけた。さあ、あなたがどれほどの実力があるか会うのが楽しみね。今日も平和だな。最近異変や事件も起きないからな。ほとんどやることが掃除をすることぐらいしか。それにしても、やることが毎日掃除だけっていうのが憂鬱だな。まあ、毎日だけならまだしも。月4回も神社内の掃除もしないといけないのも面倒たらあやしない。今日はマリサもいるから少し手伝ってもらおうかしら。そうするか。これは興味深いな。転移魔法。物や人間あらゆるものを自分が望む場所に移動が可能。もしこれを習得できたらだいぶ楽になるかもな。ねえマリサ。お願いしたいことあるんだけど。いい？おう、いいぜ。霊夢の頼みなら何でも聞くぜ。それじゃあ、家の中の廊下と水回りの雑巾がけ、お願いしていいかしら？あいよ。雑巾がけだけでいいのか？じゃあ、あそこに室内用のほうきあるから掃き掃除もお願いしていいかしら？了解。それじゃ、私は神社内の掃除してるからさ。なんか困ったことがあったら呼んで。あいよ。さてと。霊夢のお願いを聞き入れたはいいけど。これ全部一人は難しいからな。ここは魔法でうまくやりますかね。これでよしっと。雑巾は廊下をきれいに磨いてほうきは部屋全体の床の掃き掃除をお願いね。それじゃあ。かかれ。掃除手伝ってくれてありがとね。いいってことよ。いつもいろいろ世話になってるし前に家に泊めてもらったお礼もあるしさ。それにしてもあの時はまあ面倒なことしてくれたなって思ったよほんと。いやはや面目ない。でも少しは私の姿見て惚れただろ？はぁ、惚れる？私がマリサに何か好意を抱いたことあったかしら？あるとも言えないしないとも言えないけど。あの時確か。マリサのこと嫌いじゃないしあんたのこと好きだけど。なんか文句あるって言った時はやっぱ霊夢は、私のことちゃんと思っててくれてるんだなって思ったけど。違うんか？マリサのことだからすぐ忘れると思ったのに、こいつ一番肝心なところ覚えてやがった。どうした霊夢？顔赤いけど熱でもあるならゆっくり休んだ方がいいぜ。なんか私だけ恥ずかしい思いをしたのはなんでだ？それじゃ私はそろそろおいとまするぜ。最近ミマと一緒にどっか行ってるけど何してるの？魔法教室的なものかな。ミマが教えるの？ちょっと心配なんだけど。心配ないぜ。身になるものもしくは役立つ魔法しか教えないし。しかもさっき使ったし。それじゃあね。じゃあね。さっき使った。何に？ほうきが一人でに動いてる。マリサあいつ元に戻してから帰れよ。それじゃあ今日の教科は防御魔法についてだ。最初っから実践で行くぞ。これは今までの魔法の勉強とはわけが違うからな。命がけでやるように。ちょっと待ってください。いきなり実践ですか？
手加減はしてくれるんですよね？加減なんてしなくてもお前は十分な素質があるから、私の攻撃なんぞ軽く防ぐことができるはずだ。もう少し訓練や知識が必要ではないのですか？それに関しては問題ないし、防御魔法に関しては知識は二の次だ。この魔法に一番必要なことは何だと思う？技量ですか？それもあるが一番肝心なのが意志と強い思いだ。何かを守ろうとする確固たる意志思いが、よりこの防御魔法をさらに強く頑丈にしてくれる。大切な友人家族は？お前にとって大切なものは何だ？それらを思い浮かべ強い意志と思いを魔法陣に込めよ。私にとって大切な人。そんなもん決まってる。それではここからは待ったなしで行くから覚悟をするように。全身全霊で私の本気を止めよ。止める。止めてみせる。止めるんだ。魔法陣の大きさと色が変わった。この土壇場で進化させたというのか。さすが私の弟子だ。止めれた。ああ？もう限界。すべて出し尽くしても魔力が17ミクロンもないのぜ。さすがは私の弟子だ。よくあの場で進化させることができたな。いや。必死になって止めようとして何がなんだか。あはは。だいぶ疲れてるようだから。今日はこれくらいにしようかね。ミマ様質問したいことがあるのですがいいですか？質問？なぜ急に魔法の基礎を教えるだなんて言い始めたのですか？それに今日はいきなり実践だったし。何か急いでいるように見えて。ミマ様？そうだな。その質問を答える前にお前に聞かねばならないことがある。お前、霊夢のことどう思ってる？好きか嫌いかを知りたいのだが。いや。いきなりその話をされても。そうか。じゃあ質問を変えよう。お前にとって霊夢は何だ？友達です。それだけか？それ以上は聞かない方が良さそうだな。まあいい。少し霊夢について話をしよう。霊夢は小さい頃に母親を亡くして以来、ずっと一人で異変や事件を解決していた。あの小さい無邪気な子供がたった一人でだ。最初の頃は異変を解決しに行っては帰りは泣きながら帰ってきてた。そりゃそうだよなって思いながら、私たちは見守ることしかできない。今までもそうやってきたし。霊夢のためにもならないしな。まあそんなこんなで順調に修行を重ねていき、すくすく成長していったある日。びっくりするほどの怪我をして帰ってきた時があってな。平気だから、安心して。さすがにあのゆかりでもかなりショックを受けていた。霊夢は普通の人間だ。私らとは違って怪我の完治するまでの時間や回復具合まで全く違う。あいつは絶対いつか無茶をする。だがその無茶が何度も続けばさすがにあの霊夢でも。わかるな。そしてお前がさっき質問してきたことに答えるとしたら、マリサにこれから霊夢の背中を支えてやってほしいんだ。良き友として、お願いできるか？もちろんです。私にとっても霊夢は大切な親友ですし。あいつだけに無茶はさせられないですから。ありがとう。ミマ様。また明日から魔法学の勉強をお願いします。ああ。はあ。最近全然異変も起きないせいでネタが全然見つからないんですよね。これじゃ商売上がったりですよまったく。なんでもいいんでネタになる素材どっかに転がってないかな。あれ？ここってただの野原だった気が。てかあんな建物この幻想郷どこ探してもないよな。これは、もしやいや確実にネタですな。そうと決まれば取材だ。ほぼ全てに手入れが行き届いてる。やっぱこういうお屋敷系は、かなりお金をかけてそうな感じしてますね。それにしても、
物騒なものを置いてますねここの住民は。何に対して警戒してるのか。こりゃ闇が深そうですな。今回はかなりいい記事が書けそうですね。いやはや。ここまで来たら中も気になりますよね。それじゃあ失礼します。10? いやその前にいつの間に後ろに人なんかが。うちになんか用？見たところこの世界の住民のものに見えるのだけれど。あなた何者？ここに何しに来たの？私はただのしがない新聞記者ですよ。あはは。新聞記者ねえ。ってことはいくつかすでに写真撮ってるのかしらねえ？まあ。何にせよここから先は私有地だから許可なく入ろうもんなら。どうなるのかしらね。まっすぐ帰るので命だけは。ふふ。まあ、今回だけは見逃してあげる。ただし今回だけだから。ここにはたどり着かないようあの方が魔法で結界を張ったはず。たまたま偶然が重なったか。運のいいやつめ。しかし偶然が重なったとはいえ不可解な点が多いな。とりあえず昨夜さんに状況報告しなければなさそうだな。まあその前に。これを報告すべきかどうかですが。メイリン殿。居眠りしないでちゃんと門番しないと、また昨夜さんに叱られますよ。スピードは十分ですがキレがないですね。これではまだまだですね昨夜さん。そう。アドバイスに関しては感謝するわ。ただ居眠りに関しては容認はできないわね。それにあなたの仕事はこの門だけを守ることが仕事ではないのよ。随時現場状況を報告し迅速に対応するのもあなたの仕事なのですが。あなたがサボるせいで無月が無駄に仕事が増えてるのわかってるのかしら。少しくらいサボってもいいじゃないですか。誰も来やしませんしここまでたどり着くことすらできませんし。ああそれに関してですが。実は先ほどここの住民らしき者に門の200メートル先まで侵入されてました。おい侵入されてるじゃねえか。しかも報告から何まで無月やってるし。そうだその侵入者はどんな奴だった？新聞記者みたいなやつです。そう。ってことは向こうに情報が伝わるのも早いわね。まあ伝わるのが早いのならこちらとしては好都合か。と言いますと？お嬢様が南大聖堂に集まれとのことよ。それはつまり。始めるということですね。おそらくね。それじゃあ。他の方を待たせてるからさっさと行きましょうか。すまないな、わざわざ呼び出して。いいのですよ。お嬢様の命とあらば我々はいつでも参陣いたしますので。そうか。私はいい部形に恵まれているな。まあみんなも気がついていると思うが。全員をここに呼び出したのは他でもない。これより第2フェーズを開始する。配置や役割に関しては手はず通り。まずとチュリーコ2人がこの世界の空を闇と紅に染め。この世界の住民を恐怖のどん底に叩き落としてやれ。了解。ようやく私たちの出番ですね。次に無月メイリンの2人には第一防衛ラインを担ってもらう。おそらく異変が起き次第奴がここに向かってくるだろう。今までの敵とは比べ物にならないゆえ覚悟するように。了解しました。そして、昨夜には第2防衛ラインを担ってもらう。場合によってはパチュリーも挟みつくが、状況に応じてうまく対応するように。了解いたしました。まあなんかあったら。お前の尻は私が守ってやるよ。いやらしいこと言わないでくださいますか？ふふ。それでは作戦の決行は明日正午とする。最後にこの500年生きてきた中で君たちに会えたこと。そして君らと共に戦えることを誇りに思う。さあ我らが同胞たちよ勇ましく戦え。我々が最強であることを証明しようではないか。それでは始めよう。主演